せっかくワーホリに来てるんだから英語を使わないともったいないよねとか、以前と同じやらなきゃやるべきっていう思考にちょっと戻ってきちゃってるんじゃないかな。もう気分は完全リゾート気分。おマイゴッシュ、最高だね。見てくださいこれ、ドーン、イエー。もう皆さんこんにちは、陸斎です。僕は今ですね、ゴールドコーストのサーファーズパラダイスという場所に来てます。今日なんですが、僕はオーストラリアにワーホリで7ヶ月ちょうど経過したタイミングでございまして、率直な心境はどうなのかっていうところについて話していこうと思います。で、結論、以前と同じやらなきゃやるべきっていう思考にちょっと戻ってきちゃってるんじゃないかなって思ってるのが率直な今の心境です。それがどういう意味で前と同じなのか、でこれからじゃあどういうことをしていきたいのか、それについてちょっと簡単に話していきたいと思います。 Let's go! で、僕はですね、以前の動画でもお話ししたんですけど、今までの人生でやりたいことというよりもやるべき、やらなきゃということを優先して生きてきた人生だったので、それを変えたい、本当に自分がやりたいということをやっていく人生にしていきたいと思いワーホリに来たわけなんですね。で、ワーホリ自体も実際に海外で生活してみたいっていうのは夢の一つでもありましたし、そのワーホリに行く、自分がやりたいことを実際にやってみるっていうのをきっかけに、これからの人生もやりたいことを実際に行動に移す、そんなきっかけにしたいなって思ったのが、このワーホリに来た理由です。ただメルボルンに7ヶ月住んだ上で今ゴールドコーストに来ているわけなんですけれども、都市移動した理由についてもメルボルンに慣れというよりも安心っていう言葉の方が近いかもしれないです。ここで生活できていることに居心地が良くなってきてしまっていると感じまして、これはいいことでもあるんですけど、僕自身新しいことにどんどん挑戦していきたいなっていう思いがあったので、このままだとゆでガエルのように安定した場所にゆっくりと過ごしてしまうな、そんな自分がちょっと嫌だったので、それもあってゴールドコーストという新しい都市に今移動してきています。で、ただ正直あんまやりたいことねえ、ちょっと働いてみたいな、別の職場で働いてみたいな、別の都市で働いてみたいなっていうのは正直本当にあるんですけど、それ以外、強いて言えばサーフィンちょっとやったことないのでやってみたいなとか、それぐらいですね。で、英語に関しても僕自身ネイティブの方と対等に話せるぐらい英語力はつけたいなって思ってたんですけど、このぐらい話せるようになりたいなって思っているレベルまで到達しました。で、そこからじゃあその状態で何をしたいのかっていうのがないんですよね。なので英語を話せるようになった上で何かをしたいっていう目的がない上で英語を話せるようになりたいっていうその手段が目的になっちゃってるわけなんですよね。なので英語に対する勉強意欲だったりとか、英語こうしたいなとかっていうのがあんまり今ないんですよ。ここが最初のそのやらなきゃっていうところに戻ってきちゃってるんじゃないかっていう話につながるんですけど、せっかくワーホリに来てるんだから、せっかく海外に来てるんだから英語を上達しなきゃダメだよねとか、英語を使わないともったいないよねとか、そういう思考になっちゃってるわけですよ今で。ただ僕がワーホリに来た理由ってやりたいことをやる人生にするためじゃないですか。なので英語を使える環境にあるからやった方がいいよねっていうのってちょっと元も子もないですよね。じゃあ、何をしたいのかっていうのをホステルの、プールがついてるんですけど、プール沿いのところでもうゴローンって30分ぐらい今朝考えていて、ざっくり本当にちょっとだけ自分がやりたいって思ってることが明確になったので、それもちょっと話していきたいなと思うんですけど、どんなことがあるかっていうと、ざっくり今メモしてるんですけど、4つぐらい今ちょっとやってみたいなっていうことがありまして、1つ目、シンプルに他の国行ってみたいですね。いろんな違う国の文化にちょっと触れてみたいなって思っていて、でその考えてた時に、英語使える環境っていうので全部その英語圏で行かないとみたいなの考えちゃってたんですけど、シンプルに一番行きたいのってもうイタリア行きて、イタリア大好きなんですよね。僕1回しか行ってないですけど、旅行気候もだし、国民性優しい人が多いなって思っていて、思いやりが深い人が多いなっていうイメージなんですよね。で、何よりも一番大きいのが、僕はもうイタリアン大好きなんですよ。パスタ大好き、もうイタリアンが食べたい。でワインも好き。パスタ食べながらワインたしなみたい。で、当初は僕は北欧とかちょっとイメージ湧かないから行ってみたいなっていうのは考えていて、英語みんな喋れるし、ただ寒いのやっぱあんま好きじゃない。今このゴールドコースト来て思った。
あったかいところが好きです。なので思ってることとしては、他の国にワーホリで行ってみたいっていうのがまず一つあります。で2つ目に、僕ちょっと民泊運営してみたいんですよね。これはもうなんでかは分かんないです。なんかちょっとやってみたい。どちらかっていうとその都会に室借りてとかっていうよりかは、田舎の方に休日にちょっと遊びに来れるような民泊で過ごせる場所っていうのを自分で作り上げてみたいっていうのが率直なやりたいっていうイメージですね。っていうのが2つ目です。で3つ目は飲食店やってみたいなって思っていて、友達とかがあそこ陸いるしあそこ行くかみたいな、そういう店ちょっと作ってみたいな。でただこれに関してはどちらかというとちょっと趣味に近い領域なのかなと思っていて、収入源の柱となるようなものが今後先に作ってからやってみたいなっていうのはちょっと考えてます。で最後に4つ目なんですけど、今こうして発信させていただいている SNS、 これをちょっと収益化を目指したいなと思っていて、っていうのもシンプルにこの SNS もやってみたいなっていうところから始めたっていうのもそうですし、僕がいろいろ新しいものを挑戦していく中で、じゃあ SNS でもその姿を投稿していければ一石二鳥だなと思ってやってるわけなんですけど、僕やっぱ新しいことを挑戦して攻略していくこと、自分ができないことをできるようにすることっていうのは結構好きなので、その姿を発信することで、自分と同じような境遇の人が背中を押すようなきっかけになったらいいなって思ってるんですけど、なんせ僕の発信している内容ってジャンルが広いと思うんですよね。今はこうしてワーホリについて発信してますが、ワーホリの中でもその自分がやってみたいと思ってることをやってるので、専門的でもないですし、すんごい幅広いことに対して発信をしているので、これって見てくださっている方が増えづらいのかなと思ってます。やっぱり専門的に発信をしていくチャンネルにするべきだとは思うんですが、今後特化していくチャンネルになるのか、幅広く自分が挑戦していくことを発信していくチャンネルにするのか、やっていく上でそれを見定めていきたいなとまず思っているので、今年中に YouTube のショート動画含め100本まず投稿したいと思ってます。でその投稿した上で、どんな動画が見られてるのかとか、あとはそもそも自分がこの動画発信を続けられるのかっていうのもそうですし、ちょっと傾向をつかんだ上で自分がやりたい発信内容、見ていただいている視聴者さんが求めている内容、大量の動画を上げた上で考えていきたいなと思っているので、収益化を目指す上で100本っていうのをまず挑戦していきたいなと思ってます。今4つやりたいことを挙げたんですけど、一番優先的にやりたいものからやっていきたいなっていう思いはもちろんあるんですが、ワーホリってやっぱり期限が限られているので、他の国に行くっていうのが一番最初になるのかなってちょっと考えてます。僕はこのオーストラリアでビザを延長する予定は今のところないので、他の都市で働きたいっていう思いは本当にあるので、それにまず挑戦していきつつ、もしかしたらこのゴールドコーストで全然仕事見つかんないみたいなというのであれば、他の都市で仕事を見つけに行くなり挑戦しながら考えていきたいなと思っているので、それはまたおいおい発信していければなと思ってます。なので目先の内容としては、この都市ゴールドコーストでいろいろ挑戦していく、まずは仕事探しですね、挑戦していく発信をしていければと思っているのと、その次、本当にどうなるか分かんないですけど、ワーホリがオーストラリアで終わったら、おそらく他の国に挑戦するのかなと考えてます。ちょっとこういうのを上げてほしいとかっていうのももちろんあれば嬉しいですし、何よりも全く無名の僕を見ていただいている、そして登録していただいている皆さん、本当にありがとうございます。今までコメントくださった方めちゃくちゃ嬉しかったです。ちょっと皆さんお忙しいのは重々承知してるので、暇な時にぜひ見ていただいて、本当にめっちゃ気に入ったっていうのであれば、よろしければちょっと友達に紹介しちゃったりなんかでしてもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。コメント、いいね、そしてチャンネル登録待ってますので、これからも楽しい動画作っていければと思ってますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。そしていつもありがとうございます。最後にゴールドコーストのビーチをお見せして締めようと思います。イエーイ、めちゃくちゃ綺麗だね。ほんとリゾート地って感じ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。